私の手取りは万円です。皆さんこんにちは。看護師のしきです。現役看護師の給料、皆さんどれぐらいだと思いますか？看護師ってめっちゃお金もらってるんでしょ？夜勤手当がすごいいいって聞くよ。ってよく友達に言われます。世の中には看護師イコール給料がいいみたいなイメージを持ってる人が多いのかなって思いますね。看護学生さんから就職したい病院の給料がこれくらいなんですけど、これって普通ですかって言われるんですね。正直に言うと看護師の給料はピンキリです。夜勤手当だったり危険手当などの手当とかボーナス、残業代にもよりますね。だからこの金額が普通とか判断はやっぱり難しいです。私ツイッターでアンケートを取ってみたんですけど、20万円後半やそれより少ない人が同じくらい、30万円前半手取りでもらってる人もいれば、なんとそれより多いっていう人もいるんですよ。なので今回は私の給料公開しちゃいます。看護師の給料ってこういう人もいるんだなっていう参考になると嬉しいです。今日ご紹介する内容は、私が新卒の時の看護師の給料と、あとその後の給料、手術室で私働いてたこともあるので、手術室の時の給料と、あとクリニックで働いてた時の給料、全部公開しちゃいます。それでは始めますよ。早速新卒の時の手取り1ヶ月、看護師1年目の1ヶ月の手取りは25万円でした。基本給が28万円だったので、夜勤手当がプラスになって税金などが引かれて25万くらいでしたね。新卒で基本給が28万って高いのではっておそらく思った方多いと思うんですよ。私も最初思ってたんですけど、実は働いていたところはボーナスがなかったんです。年俸制ですね。だからかける12がそのまま年収でした。入職した時は私が看護師としてできたらいいなとかやりたいなって思えたことが、やれることがすごい大事だと思っていて、いやもちろん大事なんですけど、あんまり給料のこと考えてなかったんですよ。というのも給料はどこもそんなに変わんないのかなと勝手に思い込んでたんですね。でもそれは間違いです。お友達が給料が良くて有名な某大学病院で働いてたんですけど、仕事辞めたいんだけど給料が良すぎて辞めらんないって言ってたんですよ。なんとそのお友達のボーナスだけで3桁万円いってたそうです。驚きですよね。だから給料って差があるんだってその時に気づいて、ちょっと遅かったですね。でもやりたいことはできたので後悔はしてないんですけど、もしこれから就職先を探すよっていう方はぜひ給与の欄もしっかりと見といてくださいね。あとこの時の夜勤手当は5000円でした。で次の働いたところは夜勤手当が8000円でした。だいたい夜勤って5回から8回ぐらいかな、その時にもよるんですけど、5回だったら5000円だったらプラス2万5000円、8000円だったらプラス4万円ですよね。夜勤手当があるからもちろん給料が上がるっていうこともあるんですけど、夜勤は実際大変ですね。一応休憩時間っていうものはあるんですけど、晩ご飯とあと仮眠とかの時間ですね。ただ両方タイミングが合えばという感じなんですよ。病棟がもちろん落ち着いていれば晩ご飯とか食べられるんですけど、例えば救急車が来て患者さんが緊急入院した場合であったり、患者さんの状態によってはもう全く休憩取れません。一回も休憩取れなかったっていうことも実際あるんです。だから夜勤手当があるからお金の面ではプラスにはなるんですけど、やっぱ体力的にはそれ以上使っているような気がするので、割に合うかって言われると考えちゃう時もありますね。夜勤手当も本当に病院によって違うみたいなので、これも新しい就職先を探す時のチェックポイントになりますね。あと大事なのがボーナス。さっきボーナスがないっていう給与体系ってお話ししたんですけど、ボーナスは絶対にあった方がいいです。単純にもらえたら嬉しいです。
例えば夏のボーナス、冬のボーナスってそれぞれ基本給の2ヶ月分だったらボーナスだけでプラス4ヶ月分ももらえちゃうんですよ。実際は税金など引かれるので、調整とか入って少なくはなるんですけど、やっぱりもらえないよりはもらえる方が嬉しいですよね。大変な仕事だからこそ自分の体を休めることもやっぱり大切かなと思っていて、気分転換に旅行に行ったりとか買い物したりとか美味しいもの食べたりとか、お金の使い方によって心の余裕も出てくるのかなとも思うので、ボーナスは大事だと思いますね。だから次の病院を探すときは自分の看護師としてやりたいことができる病院かつボーナスも出たらいいなっていう病院を探して就職しましたね。ここの病院は給与面では一番条件が自分の中では良かったと思います。果たしてその手取りは30万円前後でした。看護師4年目ぐらいでそのぐらいでした。年収も発表しちゃうと500万前後だったと思います。勤務体系は2交代だったので、日勤は8時半から5時、夜勤は4時半から9時でしたね。一応勤務時間っていうのは決まってるんですけど、看護師って勤務時間の前に患者さんの情報を把握しなくてはいけないので、情報収集ということで結構早く行かなきゃいけないんですよ。勤務の後も緊急入院が夕方あったりすると19時、20時とか遅いとなったりします。あと勉強会とか委員会とか看護研究とか残らなきゃいけないこともあったりして、時間通りに帰れるかと言われるとやっぱり遅くなることは出てきちゃいますね。その分早く帰れそうな日はみんなで協力して今日は早く帰るぞっていう時もあります。次は手術室で働いてた時の看護師のお給料ということで、手術室のお仕事とは結構病棟とは異なっていて、例えば皆さん医療ドラマとかイメージしていただきたいんですけど、先生にメスって渡す方、あれ看護師なんですけど、実際は先生はメスとか言わないんですよ。あれはなんか医療ドラマだと言うんですけど、実際はもっと違う形で言います。それで先生に言われたその医療器具を渡すので、それを全部覚えたりとか、また病棟とは違うお仕事内容ですね。今後手術室のお仕事の内容と、あと病棟のお仕事がどう違うのか詳しく説明する動画を作ろうかなって思ってます。そして手術室の看護師は危険手当がつくんです。私の時は5万くらいかなが基本給にプラスされてました。ただ手術室は夜勤がなかったので夜勤手当はなくなっちゃいます。その分全体の給料は病棟で働くよりは私の場合は安かったですね。危険手当は病院によって金額が違うようで、あと大きい病院になると夜間の緊急手術とか、あとオンコール、手術があるまで待機とか、そういうお仕事も増えてくるので、またそういうところでも給料は変わってくるのかなって思いますね。あとはクリニックですね。クリニックは私の場合はいろいろご縁があって、知り合いのお医者さんが開業したからちょっと手伝ってとか、友達のお姉ちゃんがお医者さんでまた開業したので看護師さんいないので手伝ってとか、そういうのでいろんなところで働かせてもらったんですけど、クリニックのお給料は夜勤手当がないので、その分病棟の看護師よりは安くなってしまいます。残業も場所によるとは思うんですけどほぼないので、残業代もほぼありません。なのでほとんど提示された金額がそのまま給料になるっていうイメージが私の中では強いですね。ボーナスも本当にクリニックによります。ないところもあれば、1ヶ月とかクリニックの業績に応じてっていうところもありますね。ただ病棟より給料は下がってしまうんですけど、クリニックのいいところもあって、それはお休みが固定されているところ。大抵日曜日はお休みだったり、平日のどこかもお休みだったりします。病棟だとシフトが出るまでなかなか予定が立てられないんですけど、固定給だと数ヶ月先とかも予定立てられるので、そこはいいですね。今回はお給料に焦点を当ててお話はしたんですけど、やっぱり働き方もすごい大事なのかなっていうのがあって、
価値観って人それぞれだと思うんですよね。一番給与が大事っていう人もいますし、自分がやりたいことができることが大事っていう人もいますし、時間内はしっかりするけどその分残業がないプライベートを充実させたいとか、いろんな考えがあると思うんですね。それは本当に皆さんが一番大切にしてるのがもちろん一番だと思うので、自分の納得できる働き方が見つかると一番いいのかなって思います。皆さん、今日の動画どうでしたか？なかなか聞けない看護師のお給料事情を話してしまいました。こう振り返ってみると、私は病棟で働いたこともあるし、オペ室とか家庭室とか、あとクリニックとかもあるので、いろんなことをやってきたんだなっていうのもあって、今後はそういう働き方とかそういうことについても発信できたらなって思いましたね。今日の動画が皆さんの参考になれれば嬉しいです。今日の動画が良かったよっていう方はぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。動画へのリクエストや感想などコメントもお待ちしておりますよ。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。